ら仕事ができる人で挨拶全くしない人はほぼ見たことないです。本社長、挨拶ってなんでしなきゃいけないんですかね。なんでしなきゃいけないかっていうもう質問がそもそも愚問ですけど、だって人間関係って挨拶で始まりませんか？例えばじゃあ営業に行った時に最初に無言で入るんですか？こんにちはとかはじめましてとかって言いますよね。そうだから始まりは挨拶なわけですよ。しなきゃいけないとかした方がいいとかもう論外ですよね。いやするでしょ普通にみたいな。朝とかちょっとこうテンション低かったりするじゃないですか。その時にやっぱ上司からっていうこと元気よく挨拶しろって言われるんですよ。したくない時もあるじゃないですか。ないね。ないというか、そのしたくないんだったら会社に来ちゃいけないと僕は思うんですよ。だって一人で仕事しないよじゃあと。人と関わるっていうことはさっきも言いましたけど、人間関係は挨拶から始まるわけですよ。うちの会社こう定義してますと、挨拶の目的っていうのは、より良い人間関係を創造維持することである。で、大事だと言っているのは、相手の目を見ることと、できる限りの笑顔だと。特にやっぱり最初と最後おはようとか、ありがとうとか大切にしましょうと。なんでかって挨拶をしないっていうことはイコールあなたとの人間関係に興味ありませんっていうことですと。たかが挨拶ではないですよ、ね。挨拶とは自分の心を開くことで相手の心を開かせ相手の心に近づいていく積極的な行為なんですね。挨拶をしないということはその相手に対して人間関係で興味がないということを示すことなんですね。自分は別に興味がない。要はプラスする必要がないと思ったかもしれないですけど、相手からしたらマイナスになってくるんです。だってそうじゃないですか。挨拶を僕がしません。そしたら、あの人は私に興味がないんだと思うんですね。これ平穏じゃないです。マイナスですよ。あの人は私のこと興味ない、嫌いだ。人として認識されてないとか、相手はそう思うわけですよ。挨拶をしないってことは、相手との人間関係を悪くしようとしてる。こう捉えられるわけですよ。多分直感的にみんなそう捉えてます。会社ではあんまり挨拶しないんですけど、一中の異性がいたりとか、そういう種類はするんですよ。そういうことですよ。大切な相手に会った時は無意識のうちに久しぶり元気だったとかって言うじゃないですか。大切にしてるからですよね。じゃあ真顔で挨拶しないってことはどういうことですか？大切だと思ってないからですよ。それをわざわざ上司に私あなたのことを人間関係で仲良くなりたくありませんアピール必要ありますよ。挨拶をしないイコール何回も言いますけど相手との人間関係に興味がない、良くなりたいと思ってないっていうことを意思表示しているってことですよ。会社の中の上司とか周りとうまく仕事ができると思いますかっていうだけの話ですね。仕事ができる人で挨拶全くしない人はほぼ見たことないです。優位が独尊で一人でもう一匹狼みたいにとにかくやることだけやって物は売ってくるけど、この人はだって上司もなんないですからリーダーしたらチーム崩壊しちゃうんで、そういう意味での成果も含めて出した人いないですよ。会社に入っていって大勢の前でおはようございますっていうのがちょっと恥ずかしいからちっちゃい声で人数とか会社の組織文化とかにもよりますけど、いや別にわざわざ恥ずかしいからちっちゃくする必要ありますかとかも別にいらないですよ。声を大きくしろっていうのも別に人によっても違うし、でも自分なりに相手に敬意を示して良いと思う挨拶をすればいいじゃないですか。この人はちゃんと挨拶しようとしてるということはね、そのだから関係性をやっぱ良くしたり維持したりとかっていうのを望んでる人だなって直感的に感じるわけですよ。だから逆を言えば相手にそう思ってもらうことよりも自分の恥ずかしさが勝ってるってだけなんだよそれは。だから相手との良い関係を作ることよりも自分が恥ずかしい方が嫌だからっていうだけじゃないですか。大好きな女性に告白するときに恥ずかしいからっつって君のことが好きなんだけど伝わんないじゃないですか。言うのは恥ずかしいかもしれないですけど思い切って言いますよね。気持ちが伝わるように言いますよね。それ伝わらないようにとか恥ずかしいからって気持ちを伝えようと思ってないからその気持ちがないってことですよ。結構僕は解釈しますけどね。挨拶しなければならないとかそもそも愚問であって人間関係は挨拶で始まるということが一つですよね。挨拶の目的はより良い人間関係を創造維持することです。逆を言うと挨拶をしないということはね、その人との人間関係に興味がない、悪くなってもいいと思ってる、なんなら悪くするという意思表示です。でもう一つ僕人生生きてきて思うんですけど、挨拶をしっかりやっただけでめちゃめちゃいいこといっぱいありますね。例えばどんなことがあるんですか？人間関係がみんな良くなるんで本当にありがたいなと思うのはちゃんと挨拶とかをしているだけでたまにしか会ってない人なのにすごく信頼してくれていたり何かあったら助けてくれたりいい人だとか勝手に思われてたりとかそんないい人だって思われるより付き合ったっけなみたいな人でも言ってくれる人が多いです。今度逆に自分が周りの人から挨拶をされた時に例えばですよ覚えてる人覚えてない人元気なく挨拶する人覚えてないです。元気よく来た人は覚えてますとかこれだけでも例えばどっちに頼もうかなと思った時にもうこっち眼中に出てこないですよ。だって覚えてないんで。それこそ会社やってて支店に行った時にもしかしたら支店によっては1年に 1,2 回しか行かない支店とかもあるわけですよ。久しぶりに行った時に挨拶しない社員とめちゃめちゃ元気に挨拶してくる人だったら圧倒的にこっちの人が覚えてますよね。何かあった時に元気のいい子いたじゃんみたいになるわけですよ。これポジティブ要素ですよね。
で、必ず皆さんそうやってやってるんで、だから挨拶はしなければならないんじゃなくて、したらめちゃめちゃメリットありますよ。その仕事をする上でも、やっぱりその挨拶で、しかも元気よく挨拶することで、相手にも印象付けやすいし、こうメリットもたくさんある。そうですね。あとやっぱ元気になりますよね、自分も。もう一つ違う考え方いくと、じゃあですよ、転職して会社に入りましたと言ったら、誰も挨拶してくれませんと。挨拶したとしても、目も見ないで、おはようございます。全員これですと。いう会社と、かや行ったらみんな、おはようございますみたいにニコってしてくれて言ってくれるほぼ全員。どっちの会社行きたいですかと。でも前者がいいって言ってる人は、だからそう人間関係に興味がないとか、本人はそういうかもしれないけど、自分がやられたら嫌でしょって思うんですよ。自分がやられたら嫌なことをなんでやるんですか僕はシンプルに疑問なんですよ。自分は挨拶するの嫌ですけど、やっぱりスーパーとかコンビニでいらっしゃいますよね。すごく気になります。もう自分勝手なだけですよ。明日から元気よく挨拶したいと思います。はい。このチャンネルでは現場の様子、社内イベントなどビジネスに役立つ知識も含めて様々な動画を配信しておりますのでチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画にもぜひいいねをつけてくれると嬉しいです。ありがとうございました。